スノーピークチャンネルをご視聴いただきありがとうございます。今日はスノーピークのエントリーパック TT、テントとタープセットのテントのボルトの方を設営していきます。はじめに収納袋からフライシートとインナーテントを取り出します。こちらがフライシートで、こちらがインナーテントですね。実際設営するときにはまだインナーテントは取り出さなくても大丈夫です。今はちょっと端に置いておきます。それではフライシートを広げていきます。前回収納した時にポールを芯にしてフライシートを巻いているので、ポールを一旦外します。ポールを外したら畳んであるフライシートをさらに広げていきます。フライシートを広げる時の注意点が一つあります。それはテントに向かって右側前方に必ず出入り口が来るので、その目印を探してから広げていきます。その目印というのがこちらの赤く三角形になっているベンチレーションですね。これです。これがテントに向かって必ず右側前方に来るようにフライシートを広げていきます。ちなみにですが、テントのこのスノーピークのロゴですね。これは右側の前方と左側の後方にもこれですね。こういう風に印字されているので目印にはならないので注意してください。フライシートを広げることができたらポールを開けていきます。ボルトは3本のポールで組み立てることができるテントなので、割と初心者でも簡単に組み立てることができるテントです。ポールを組み立てる時の注意点が2つあります。1つは中のショックコードって言って、ポールの中に入っているゴムが、傷まないように必ず真ん中から組み立てるようにすることです。もう一つは連結部に隙間がないようにしっかりとはめ込むことが大事になります。ポールすべてを組み立てることができたら、それぞれポールを差し込むところの近くに置いておきます。それぞれどのスリーブにどのポールを差し込むかの目印として、こちらのポールの末端とスリーブの末端の色を合わせていきます。一番手前は黄色と黄色で合わせて、真ん中が赤とポールも赤ですね。で、後方も黄色になっているので、黄色と黄色で合わせておいておきます。それではそれぞれのポールをそれぞれのスリーブに通していきます。ポールをスリーブに通す時の注意点で、こうやって通している間に引っかかってしまうことがあります。で、この時にポールを引いてしまうと、ポールが中で抜けてしまう可能性があるので、このように今抜けてしまっていますよね。そのため自分が引っかかっているところに行ってほどいてからポールを通していきます。ボルトのピンはこのようになっていて、このままポールにピンを差し込んでいきます。ロック機構がないので抜けやすいので気をつけてください。反対側のピンも入れていきます。この時結構テンションがかかるので、周りに人がいないか気をつけてピンを差し込むようにしてください。他の場所のピンとポールも接続していきます。すべてのポールとピンの接続ができたら後ろを決めていきます。この時に仮止めをするんですけれども、こちらですね、黒いゴムの外側を必ず止めるようにしましょう。後ろを止めることができたら、テントの前方部分も立ち上げていきます。ただ引っ張っていくだけで自然と立ち上がってくるので、引っ張って起こしていきます。
こでテントの前方もペグダウンして決めていきますが、この時も後方と同様に黒いゴムの外側をペグダウンするようにしていきます。前方のペグダウンが終わったら、サイドのペグダウンをしていきます。この時、スノーピークの説明書には、このロープのところでペグダウンをするようにと書いてあるのですけれども、ロープのところで止めてしまうと結構動揺してしまうので、リングのところで止めていきます。今回の動画では割愛していますが、ペグダウンをしていくときにテントに向かって右側と左側を交互に貼っていくと、綺麗にシワができずに貼ることができます。すべてのポールの場所もペグダウンすることができたら、一番最初に仮止めした後方もしっかりとペグダウンしていきます。そして一番最後にこのテントの真ん中にある黒いゴムの部分もペグダウンしていきます。ただこちらは説明書にもあるように必要に応じてペグダウンすればいい場所になるので、例えば風が強かったりだとか地面が柔らかい時などにペグダウンしていけばいいかと思います。すべての部分をペグダウンすることができたら、フライシートについているプラスチックのフックをポールにかけていきます。一番初めにテントを組み立てるときにはロープが外れているので、こちらの表を参考にしてどの部分に何メートルのロープが来るのかを見ていきます。でこの説明書にはどのようにペグダウンをすればいいのかも書いてあるので参考にしてください。すべてのロープをフライシートに結ぶことができたらロープを貼っていきます。でこの時の自在は緩めに設定してペグダウンをしていきましょう。正直ロープを貼るのが手間だと言って買っていない方もいることにはいるんですけれども、やはり強風があった時だとか急な天候の変化の時にテントが飛んでいってしまうということもあるので、必ず貼り縄はするようにしてください。全部で6箇所あるこの黒いテープのところはこういう風にポールに巻いてからロープを貼っていきます。ロープをペグダウンしていくときには先ほどのこちらの絵を参考にしてペグダウンしていくと綺麗に貼ることができます。この動画ではテントに向かって左側のロープしか貼っているところを載せていませんが、テントに向かって右側のロープも全て貼っていきます。全てのロープを貼ることができたらテント内部の設営をしていきます。こちらが純正のグラウンドシートとインナーマットですね。はじめにこちらのグラウンドシートを設営していきます。グラウンドシートを広げる時の注意点で、こちらのグラウンドシートは正方形ではなくて台形になっているので、テントの後方側に向かって幅が狭くなるようにグラウンドシートを設営していきます。
グランドシートの四隅にあるこちらの黒いゴムはペグの頭のところに引っ掛けていきます。グランドシートの設営が終わったらインナーテントを設営していきます。インナーテントを広げる時の目印としてこちらのスノーピークのロゴですねが必ず右側の前方に来るように設営します。ボールトは吊り下げ式のインナーテントになるので、インナーテントについているフックとフライシートについているリングをはめ込んでいくことで設営することができます。テント後方のインナーテントを吊ることができたら、テント前方のフックとリングを合わせていきます。インナーテントの四隅にあるこちらの鉄でできているフックはこちらの銀のリングに入れていきます。ただこちらの赤いテープに引っ掛けてしまっても大丈夫です。インナーテントの設営ができたらこちらのインナーマットを広げていきます。こちらのインナーマットも正方形ではなくインナーテントに合わせて設計されているためテントの形に合わせて広げていきます。これでエントリーパック TT ボールトの設営を終わります。最後までご視聴いただきありがとうございます。少しでも参考になれれば幸いです。チャンネル登録お願いします。